他の奴らが転生すれば巫女か世継ぎなのに。なんで俺は孤食なんだ。見ろよ。あそこで身売りして親の葬式代を稼ごうとしてるぞ。どういうことだ。行ってみよう。待ってくれ。桜井家のお嬢様じゃないか。どうしてこんな身売りする羽目に。父親は生前大層な善人でな。稼いだ金は全部貧しい者のために使ったんだ。葬式代すら残ってないらしい。はぁ。戦地が報われないとはな。余計なお世話はしないでおこう。おっと。ほら、どいた。ちれちれ。今日は田中郡総守様がここで、藤原町司会を開催するんだ。ここで邪魔をするんじゃない。ほら、散った。昔の時代は本当にめちゃくちゃだな。こっちは身売りしてて、あっちは視界を開くなんて。さっさと失せろ。なんで手を出したんだ。おい、あんた、大丈夫か？お若いの、どうか、私を買ってください。おい。自分の飯さえどうにもならないのに、買える金なんてあるわけないだろ。諸生の皆様、本日の司会は、勝者に銀50両を贈呈する。死を作る。そうだ。俺の9年間の義務教育は伊達じゃないぜ。50両、待ってろよ。今日の司会は、田中郡守の持つこの寒川釣り図を題とする。皆の者、ふるんねって登壇し詩を読むがよい。勝者には銀50両の賞金を与える。あ、西園寺牧春、西園寺先生だ。西園寺先生は体の師だ。気に入られれば大出世だぞ。ああ。寒川釣り図か。ひらめいた。試食が詩を作れるのか。見ろ、公職が上がったぞ。今日は面白い見せ目ぞになりそうだ。おお、なんと川辺市で最も若い秀才、森本吉春だ。今日の優勝は彼で決まりだな。藤原智也と申します。森本先生と申します。田中郡守にご挨拶申し上げます。田中郡守にご挨拶申し上げます。藤原智也というこの小じき。皆の嘲笑にも動じず堂々としている。なかなか面白い。泣くにせよ、始めよ。試食が詩をかけるなら、俺は逆立ちしてクソを食ってやるよ。西園寺先生、書き上がりました。書くのが随分と早いな。あの物声、絶対に下手くそな字に違いない。西園寺先生、この者はただの物乞いです。わざと邪魔をしに来たのです。奴を視界から追い出してください。私の見間違いだったか？あの藤原智也は、本当に学識がないのか？どうぞご覧ください、西園寺先生。よし、拝見しよう。この字は、素晴らしい、見事な字だ。これは、俺が学んだのは、書生の形相だからな。もしこの字すら認められないなら、あの西園寺母春もただのばかりのやつに過ぎない。君、この字は、君が編み出したものか？夢の中で習得したものです。画師と申します。さあ、書か。早々の意味を取ったのだな。良い名だ。実に良い名だ。夢の中で習得したか。つまり彼が編み出したということだ。この物乞い実に面白い。先生、司会である以上死が主役のはず。いくら字が良くても、本末転倒になってはなりません。そうだ。詩が良くなきゃ意味がない。その通りだ。それなら、西園寺先生、まずは詩をご覧ください。どうか、西園寺先生、まずは詩をご覧ください。シ山こり飛ぶこと絶え、万慶人の後滅す。古中、武笠の桶な、一人釣る寒への雪。素晴らしい詩だ。見事だ。阿は詩を呼び、詩は花を生む。雪とは言わずとも、どこもかしこも雪景色だ。森本秀才、詩はできたか？先生ご指導を。品律が合っておらん。ごくも不自然。これが詩だと、持ち帰りなさい。諸君。発表する本日の司会の優勝は、千夜君を置いて他になし。見事だ。あ、またか。誰か、50両の賞金を、ティア君に渡しなさい。
俺の最初の元で、ついに手に入れたぞ。千秋君、もう一つ頼みがあるのだが。智也君、この草書を私に教えていただけないか？先生が学びたいのであれば、喜んでお教えしますよ。達するものを主とする。先生、私の拝礼を受けてくだされ。西園寺没春は今の世の当主、帝の死の肩書きもある。俺が彼の死になったら、帝の死の死になってしまうんじゃないか。冗談じゃないよ。東園寺先生。私はただの無意無感の身。どうしてあなたの死になれましょう。もったいないことです。もしどうしても礼をするなら、私は、傘書をお教えできません。待って。礼はしないから。どうか教えてくだされ。わかりました。では3日後に、手本を持ってお伺いします。他に用がなければ、これでおひとまします。千秋君、またね。藤原智也は今は小じだが、西園寺先生に気に入られたんだ。将来は有望だろう。良い関係を築いておかないとな。赤染みのような、視線のようなお方を、本当に私に見合うのでしょうか。20両だ。父親の葬儀代は、俺が出す。赤染み、ありがとうございます。雫はこれから、弁骨改心、働いて、ご恩に報います。今日は50両稼いだ。桜井鶴とこの家を買って残りは5両。商売の資金には、十分だ。桜井千鶴はいないのか？こんな夜遅くに、どこへ行ったんだ？まさか、逃げたのか？誰？外にいるのは誰ですか？せずる。俺だ。帰ったよ。せずる。さっきはなぜ明かりをつけてなかったんだ？旦那様がお金を稼ぐのは大変ですから、私一人の時は、明かりを消せば、灯油を少しでも節約できますので。昨日はまだ小じだったのに、今日には家があって、こんなにしっかり者の妻までいるとはな。シザモよ。これからはそんなに切り詰めなくていいんだぞ。ほら、何を買ってきたか見てごらん。ああ、豚肉ですか。お米と小麦粉もこんなに？それだけじゃないぞ。こんなものもあるんだ。こんな綺麗なかんざし、私に？もちろんだ。早くつけて見せてくれ。旦那様、うちにはもうお金があまりないのに、私なんかに使わなくていいです。妻よ。何を言ってるんだ。俺の妻になったからには、絶対大切にする。言う通りにして、つけて。はい。じゃあ、着替えてきます。え？かんざしをつけるだけなのになぜ着替えるんだ？これが俺が買った嫁か？旦那様、私、綺麗ですか？旦那様、今夜から私はあなたのものです。古代にタイムスリップして、嫁ももらったし、そろそろ何の商売をするか考え時だな。旦那様、頭を使う読書には、糖すりで栄養補給を。なんだこれ、味が変じゃないか？そんなことないわよ。私に味見させて。普通よ。黒糖はこういう焦げたような苦味があるの。やったぞ妻よ。何の商売をするか決まった。旦那様、どうしたの？いや、ちょっと興奮しちゃって。旦那様、さっき商売って言ってたけど、何をするの？後でわかるよ。
黒糖は苦くて渋い。木炭の吸着法を使えば、甘くて渋くない純白糖に生成できるはずだ。あ、旦那様。どうして数ヶ月分の黒糖を全部入れちゃうんですか？大丈夫。俺を信じてくれ。旦那様、どうして木炭なんか入れるんですか？終わったわ。この砂糖水が台無しになっちゃった。これは何？真っ白で雪みたい。綺麗。これが純白糖だ。ちょっと食べてみて。すごく甘い。黒糖の苦味も焦げ臭さも全然ないわ。旦那様、これが言ってた商売なの？ああ、明日は川辺市でこの純白糖を売ってくるよ。裕福な家の人たちにきっと大人気になるさ。純白糖を売りたいだと？帰れ帰れ。うちは菓子屋だ。東郷には全く困ってない。ジョンシュ、まずは俺の品を見てから言ってくれよ。ほら。なんだこりゃ、これが糖なのか？ああ。こんなの見たことないぞ。舐めてみな。おお、この純白糖はどうしてこんなに甘いんだ？うますぎるぞ。この純白糖はうちのどの砂糖より甘いぞ。のーちゃん、一斤いくらだ？一斤二里両だ。なんでそんなに高いんだ？高いか？いや、うちの黒糖は100文だ。お前のは黒糖10斤分じゃないか。店主、その計算は違うぞ。黒糖はそこら中にあるが、純白糖は泉中探しても俺しか持ってないんだ。それに、あんたの店にしか売らないと約束する。独占販売ってやつだ。金持ちも商人も平民も。純白糖が欲しけりゃここに来るしかないだろう。なるほど。希少価値があるまだ高いと思うか？いや、高くないにょうちゃん。全然高くないぞ。その純白糖全部買い取ろう。よし。この純白糖全部もらおう。よし。ありがとう。気をつけてな。今回は10斤の純白糖を作って10両で売れた。だが、黒糖3銀から純白糖1斤を生成できる。原価300文で純利益700文。まさに暴利だな。もう遅いし、他の店で黒糖を買ってから帰ろう。これほど良質の純白糖が1両とは、安すぎるな。しかもあいつ、泉帝国中でこれを売っているのは、自分だけだと言っていた。明らかに独自の正当の秘伝があるはずだ。もしその秘伝を手に入れられれば、国を敵に回すほどの富を得られるのではないか？竜郎。六郎、店主、お呼びですか？急いで。さっき純白糖を売りに来た奴を連れ戻してこい。それと身元を洗って、正当の秘宝を手に入れろ。慕わなければ、殺せ。はい。どうだ？手に入れたか？店主、その話は忘れましょう。しっかり調べてきましたが、あの男は藤原智也と言います。あの司会で、川辺の雪を読んで最古たちを圧倒し、西園寺先生が絶賛した藤原智也ですよ。ひえ。田中軍守が好意にしようとしている相手じゃないか。手を出さなくてよかった。さもなきゃ命がなかったぞ。六郎、今後あの智也くんが来たら、全部一金銀2両で買い取るんだ。絶対に機嫌を取って、決して怒らせるんじゃないぞ。はい。行け。はい。雫、ただいま。旦那様、あなたが去った後、考えれば考えるほど心配で、泉帝国に純白糖はないのに、それを売りに行ったら子供が大義を持つのと同じです。何かあったらと不安でした。よかった。やっと帰ってきてくれて。
心配ないってば、忘れないでくれ。俺は西園寺先生に認められた妻子だ。もし誰かが悪巧みしても、身元を調べれば、手は出せないさ。旦那様、そこまで考えていらしたんですね。当然さ。俺が無茶をするわけないだろ。ああ、そろそろ、話してくれないか。ほら、君に新しい着物を買ったんだ。気に入った？なんて綺麗な着物。じゃあ、早く着替えておいでよ。旦那様。おお。旦那様、似合ってる？ああ、服も綺麗だけど、君はもっと綺麗だよ。藤原智也、出てこい。高橋昇。ちょうど探しに行くところだった。半年前の借金はとうに返したのに、税用書をまだ返してないだろ。藤原智也、こんな時に借用書だと？お前はもう終わりだ。すぐに町長のところへ来い。旦那様、あの高橋昇には裏があります。町長は呼んでおらず、騙し出して手を下す気かもしれません。彼に町長の命令を偽るほどの度胸はないさ。じゃあ、私も一緒に行きます。君は家でおとなしく待ってて。安心して、何事もないから。行こうか。町長に会いに行ってやる。藤原智也、町長にご挨拶を。長老の皆様にも。私をお呼びになったのは、一体何事で？知恵よ、家を明け渡しなさい。私の家を、なぜ明け渡すのですか？あの時家を売ったのは、お前が読書人だからだ。正体がバレた今、住み続ける資格はない。私の正体とは何ですか？ともれ藤原智也、町長様に口もたえする気か。外でやっているその汚い真似を。誰も知らないとでも？私がどんな汚い真似をしたと、なぜ家を取り上げるんです？藤原智也、まだ言い逃れする気か。本当のことを教えてやる。お前が田中先生の川辺の雪を盗作したことは、もうバレてるんだよ。田中先生って私の昔の先生だぞ。私が数日商売をしただけで、なぜ川辺の雪が田中先生のになるんだ。長老の方々、藤原智也は田中先生の詩を無断で盗用して、司会に参加し、しかも首位を獲得したのです。その通りだ。藤原智也は私の昔の教え子でね。家が没落して孤児になり、学童にも来なくなった。この川辺の雪は私が偶然作ったものだが、まさか彼が勝負に使うとは、全くもってシモンの恥だ。この小僧が先生の詩を盗用するとは、村全体の恥たらしだぞ。そうだ。今後村の子供たちが学びたくても、近隣の先生方は誰も引き受けてくれなくなれ。じいや一人が村全体の学びの道を断ったんだ。家を取り上げるだけでは甘い。村から追放すべきだ。藤原智也、今となってはもう言い逃れはできないぞ。いろいろと言ってるが、すべて一方的な言い分だ。決定的な証拠はあるのか？証拠だと、これ以上何の証拠がいる？証拠？これ以上何の証拠がいる？周知の事実だが、入学して5年、未だに無意無感じゃないか。本当に、川辺の雪を作れたなら、とっくに受かってるはずだ。この詩は、盗んだに決まってる。つまり証拠はないってことか？皆さんに聞くが、たった2人の言葉だけで俺を有罪にするつもりか？藤原智也、お前、早く土下座して謝らんか！藤原智也、俺たちも信じたいが、お前の才能では、到底作れないだろう。川辺の雪のような詩はな。誰が、作れないと言った？木水や黄河の水、天上より来るを、ペンにして海に足りて、吹くた回らず。木水や高堂の三重郷、白髪を悲しむを朝には青糸のごときも、暮れには雪となる。大江遠見去り、老は富毛尽くす。千個の風流人物を百合に友地をひだげて剣を噛ん。夢に回る空格連営。800里暇に炙りを分かち。五次元差外の声に翻る。シャバ秋に兵を転ず。この詩は、すべてお前が？田中先生、まさかこれらの詩も、俺が盗んだとでも？
田中先生、まさかこれらの詩も私が盗んだというのですか？そうだ、藤原智也。お前が盗んだに決まっている。町長。ふざけるな！藤原は10種も続けて詩を作ったんだ。どれも絶品だ。こんな才能のある者がどこにいる？どこで盗めるというのだ？これで川辺の雪も間違いなく藤原が作ったと断言できる。高橋小路、お前は藤原を陥れ、我が町から大稀な天才を失わせるところだった。どう責任を取るつもりだ？高橋将軍から肥沃な土地を30分な募集することを提案する。ダメだ。俺の父は高橋主だ。こんなことをして父が黙っているはずがない。なら父親に直接話に来させろ。出て行け！お前も田中先生も、今後この町への立ち入りを禁ずる。出て行け！出て行け！行くぞ。出て行け！早く出て行け！藤原よ。この件は私の見落としだった。謝罪する。どうか許してほしい。あの言葉は本当だな。自分が成功すれば、周りはいい人ばかりになる。町長や長老たちは俺の将来性を見込んで、機嫌を取り始めた。本当に現金なものだ。まあいい。気にはしていない。ただ、今後二度と同じようなことが起きないようにしてくれれば。ええ、もちろんです。私からの謝罪の印として、高橋昇から募集した30棟の肥沃な田を、今後は君のものにしようと決めた。それだけでなく、一族の長老たちも君が学業で忙しく、農作業をする時間がないことを分かっている。だから、専門の農夫をつけて手入れをさせるから、君は家家の準備に専念すればいいんだ。では、お言葉に甘えさせていただきます。何があった？顔のその手形、誰に殴られたんだ？藤原山だ。町長の藤原山か？奴はうちが逆らえる相手じゃないぞ。父さん、このまま引き下がるんですか？藤原山は俺から、30分の肥沃な田を没収するって言ったんですよ。ただで渡すわけにはいきません。一体何があったのか、詳しく話してみろ。全部藤原智也のクソ野郎のせいだ。藤原智也のクソ野郎のせいだ。西園寺先生の司会で優勝したからって、何が偉いんだ。そしたら藤原山がその場で切れて、俺をビンタしたんだ。親父、俺の恨みを晴らしてくれよ。バカ野郎、何が恨みだ。西園寺先生をどなただと思っている。先生が見込んだ人に手を出すなんて、一家を破滅させる気か。さっさと贈り物を用意しろ。藤原の家へ謝罪に行くぞ。ジエジュ君。突然の訪問を許してくれ。まだ3日経っていませんが、西園寺先生、どうしてこちらへ？正園寺先生のお越しで、我が家も光り輝くようです。さあ、どうぞお座りください。西園寺先生、今回はどのようなご用件でしょうか？はは。用件だなんてとんでもない。実は行草の書が気になってな。ご指導などとんでもない。どうしても牛草の書が気になって、寝食も忘れるほどでしてな。故にお尋ねした次第です。私の不注意でした。すぐに部屋から取って参ります。さあ、先生。これですな。何日も心待ちにしていたのは、ティア君、本当に感謝するよ。もう遅いので、これ以上長いはしませんぞ。お先に失礼する。西園寺先生、お気をつけて。藤原智也さんはご在宅ですか？はい、どなたですか？何しに来たんですか？せずくとこらないで。肥沃な土地を送りに来たのかもしれないよ。そんな親切なわけないわ。信じない。向井です。すべて誤解です。藤原若君。本日参ったのは、一つは愚息に謝罪させるため、二つは30船の旅田の権利書をお渡しするため、そして三つ目は、以前の借用書をお返しするためです。藤原若君、これで貸し借りは帳消しということで、このバカ者、早く権利書と品物をお渡ししろ。藤原若君、以前のことは、私の資料が足りませんでした。どうか心の広いあなた様のお辞して、私のような愚か者を許してください。ひざまずけ。藤原若君、させはこの私のたった一人の息子です。今後は私が厳しくしつけますので、もし次があれば、煮るなり焼くなり、
好きになさってください。まあ、そこまで言うなら、以前のことは帳消しにしよう。だが先に言っておく。もし次があれば、何を言っても無駄だ。必ず藤原若君、感謝します。お待ちを。貴殿は立派な身なりですが、ティア君の家は貧しい。なぜそこまでへりくだり、借金まで帳消しにするのです。随分と耳が遅いんだな。藤原若君が司会で大活躍して、添尊寺先生に認められたことも知らないのか。お前は藤原智也の背後に、西尊寺ベシュンがいるから叱らえないとでも？私はずっと藤原智也、母音藤原智也は、才能を入れる若者で、堂々としていると思っていたが、まさか裏で私の名を傘に来て、悪事を働くとはな。もちろん違います。この愚足が、藤原若君の川辺の雪を、他人の詩の盗作だと思しめたのです。もし藤原若君がその場で、絶世の名作を10首も読まなかったら、無実の罪を着せられるところでした。ですから、私が謝罪するのは当然のことです。なるほど。私が智也君を誤解していたのだな。面目ない限りだ。これで失礼いたします。シアジュン、絶世の名作10首とは、どんな詩かな。もう一度聞かせてもらえないか。ではお耳汚しですが。一首目。君津や、黄河の水天より来たるを。あ、この11首目は、雲には衣装を思い、花には陽を思う。待たれよ。確か、絶世の名作は10首では？しまった。感情に夢中になって止まらなくなった。わしも鈍くなったものだ。君はすでに10首も、絶世の名作を生み出しておる。今インスピレーションが湧き、もう一首できても不思議ではない。その通り、ふと思い浮かんだのです。この10首は、本当に絶世の名作と呼ぶにふさわしい。どれも永遠に語り継がれるであろう。今日この目で見ておらねば、到底信じられなかった。これらの詩がすべて君一人の手によるものだとはな。込めすぎです。この11首目だが、この第一句だけでわかるのだ。これも絶世の名作だと、ピマヤ君。この詩を最後まで完成させてくれないか。雲には衣装を思い、花には陽を思う。春風そきりを払ってろかこし。若し軍玉三田皿に見るにあらずんだ。あず陽大のつかにあわ。ははは、見事だ。千也君のこの詩は発想が巧みで、あらゆる美しいもので込めたたえている。君のそばにいるお嬢さんの容姿をな。それでいて媚びへつらう様子もない。実に見事だ。智也氏、この詩、私のために書いてくれたの？瀬津がこんなに期待してるのに、ここで否定したら彼女を傷つけちゃうよな。まあいい。いっそ認めよう。ああ、気に入った？うん。素晴らしい。才児カシャ人だ。君たちを見ると、私も、若かりし頃に戻った気分になる。このような素晴らしい出来事、私も一役買いたいものだ。ティメヤ君、私の弟子にならないか。西尊寺先生、弟子、藤原智也、お見知りおきを。よしよし。私の弟子になったからには、一つ試験をしよどうぞ先生。ジア、お前はなぜ学問をするのだ？先生、我々知識人は、天地の間に生まれ生涯で求めるべきは4つあります。その4つとは？天地のために心を立て、富のために命を立て、聖人のために絶学を継ぎ、万世のために太平を開くことです。先生、大丈夫ですか？大丈夫だ。何でもない。天地のために心を立て、庶民のために命を立て、王政のために絶学を継ぎ、万世のために太平を開く。
わしが生涯かけて追い求めてきた問いに、今日ついに答えが出た。だが残念なことに、わしはもう老いた。藤原友也、わしの願いを叶えてくれるよう頼むぞ。しやし、西園寺先生が。先生をそっとしておこう。3日後、屋敷で弟子入りの儀式を行うぞ。はっはっは。組んで使命に従います。西園寺先生の弟子になれた今なら、生成4作りに着手してもいいだろう。何しろこの戦略物資はずっと寛永だからな。一般人が手を出せば命はない。だが、先生の弟子という身分があれば心配無用だ。ちやし、お腹空いたの？先にお湯を沸かしてご飯にするね。すぐできるから。ちやし、何してるの？慌てないで。火を焚き続けて、生成塩を少し抽出するんだ。生成塩？それ何？青塩しか聞いたことないわ。生成塩は青塩よりも品質が高くて、味が良い塩のことだよ。ほんと？赤穂塩よりも高品質な塩があるの？泉帝国の王侯貴族でさえ赤穂塩を食べてるのに。もう少しでできるから、味見してみればわかるよ。ちやしょ、これがあなたの言っていた生成塩？しょっぱい。それに青塩のような苦味が全然ない。これからは料理の時に少し入れるだけで味が引き立つし、不純物がないから体に悪いこともないよ。でも、青塩一弁から3分の1の生成塩しかできないなんて、もったいないわ。3分の1の生成塩しか取れないなんて、本当にもったいないわ。なあ、気にしないで。青塩1斤はたった300本だけど、生成塩は1斤5両でも飛ぶように売れるんだ。生成塩ってそんなに価値があるの？ああ、5両でも少なめに見積もってるくらいさ。明日川辺市へ生成塩を売りに行くから。その時にわかるよ。藤原若君、やっとお越しですね。10斤の純白糖が2刻もせずに完売しましたよ。それに、多くの貴族や役人の方が、いつ入荷するのかと店に尋ねてきました。ほら。全部で50斤だ。重さを測って、間違いないか確認してくれ。全部で50斤です。重さを測ってみて、間違いないか。藤原若組のなさることですから、当店も安心しております。ごまかすなんて、絶対ありえませんよ。こちらが100両の銀票です。お受け取りください。ああ。そうだ。生成塩の買い取りはしてる？生成塩って何ですか？塩ですか？藤原若君、うちは菓子屋ですよ。塩は売ってません。そうか。じゃあ塩屋で聞いてみる。藤原若国、お待ちを。店主を呼んできます。店主に決めてもらいます。少々お待ちを。六郎、うちで働いてもう10年近いだろう。藤原若軍が生成塩を売りたいなら、買い取ればいいじゃないか。わざわざ私を呼ぶ必要があるか。店主、うちは菓子屋じゃないですか。塩なんて売ってませんよ。あんな大きな袋の塩、少なくとも2、30斤はあります。買っても使い切れませんよ。バカ。使い切れないなら親戚に配ればいいだろう。藤原若軍がどれほどのお方か、ご機嫌を取る機会すら滅多にないんだ。塩を少し買うくらいなんでもない。行くぞ。ご機嫌取りのチャンスだぞ。塩くらい買ってやれ。行くぞ。おお、ははは、藤原若君、お待たせしました。六郎から話は聞きました。その生成塩、私が全部買い取りましょう。ここに銀20両あります。どうぞ。鈴木店主、これじゃ足りないよ。おっと、これは失礼では銀40両でいかがですか？まだ足りない。若君、市販で一番高い青塩でも1斤300文ですよ。30斤あってもたったの銀9両です。うちの店主が40両も出すのに不満ですか？西園寺先生に気に入られたからって、その名を使ってうちの店でたかりを働くのはやめてくださいよ。お前は黙ってろ。ああ、若義務。おいくらがご希望ですか？最低でも1斤で銀5両だ。銀5両とは、また高く出ましたね。強盗でもする気ですか？こんなのただの恐喝だ。銀5両、高すぎる。同等かよ。完全にぼったくりじゃないか。落ち着け。この値段にするからには、当然理由がある。これが塩？
いや、市販の塩は黄色や青色だ。白い塩なんて見たことないぞ。そうですよ、店主。なんだか純白糖とそっくりじゃないですか。冷めてみればわかるだろしょっぱ、水だ。早く水をくれ。藤原若組、一つまみの生成塩がこれほどしょっぱいとは。品質は完全に青塩を圧倒してますよ。鈴木店主。まだ銀5両が高いと思うか？全く高くありません。これほど味が良ければ5両どころか10両でも喜んで買う貴族はたくさんいます。藤原若組、この生成塩、私の店だけにおろしてはいただけませんか？独占販売したいのか？藤原若組、この生成塩を私どもだけに売ってくれませんか？独占販売がご希望で？はい、そうです。藤原若君、独占販売したいのです。一斤あたり銀八両でお買い取りします。う。いいだろう。引き受けた。ありがとうございます。突っ立ててないで銀500両を藤原若君にお渡ししろ。20斤の生成塩しかないから、そんなにはいらない。いえいえ、藤原若君、多い分は手付金ということで。わかった。またどうぞ。取引成立だな。藤原若君、お気をつけて。やっぱり声援は本当にボロ儲けできる商売だな。一般人が一生かかっても稼げない大金を、いとも簡単に稼げる。かえって千鶴がこの大金を見たら、きっと大喜びするに違いない。すっかり遅くなっちゃったな。千鶴に何か買って帰ろ昨日旦那様が戻られてから、ずっと部屋に閉じこもったままだ。なあ、何かあったんじゃないか？旦那様は当代一の王子だ。強い正気を持っておられる。大丈夫なはずだよな。昨日藤原智也の家に行って、帰ってきてからああなった。藤原智也が旦那様に何かしたんじゃないか。ありえるな。あいつに問いただそう。行くぞ。四郎電車にお目にかかります。先生の住まいで騒ぐとは何事だ？ああ、四郎殿下。どうかお怒りをお静めください。私どもも旦那様の安否を案じるあまり、無礼を働いてしまいました。先生に何があった？早く言え！兵糧電車がお見えか？先生、競争でございます。入りなさい。先生、実子から聞きましたが、昨日戻られてから部屋にこもったままで、丸一日何も召し上がっていないと、一体どうされたのですか？ははは、ついに見つけたぞ。私のすべてを注ぎ込み、後継者として育て上げたい最後の弟子をな。誰ですかそれは？藤原誠だ。先生、私も川辺市に来てから、藤原誠という名前は耳にしました。しかし彼は、川辺の雪という詩を読んで司会で優勝しただけでしょう。先生の弟子になるほどの器とは思えませんが。はは、これを見ればわかる。天地のために心を立て、庶民のために命を立て、王政のために絶学を継ぎ、万世のために太平を開く。なんと壮大な気迫。なんて偉大な理想だ。先生、もしかしてこれは？その通り、私の最後の弟子となる藤原誠が書いたものだ。はは、私の見立てでは、10分な時間を与えて育てれば、いずれ必ずや、我が泉町を治める名神となるだろう。ははは。先生が藤原誠をそこまで高く評価されているとは思いませんでした。機会があれば、私もその藤原誠に会ってみなければなりませんね。旦那様、四郎殿下と田中軍守が面会を求めております。通しなさい。小老殿下、西園寺先生にご挨拶申し上げます。田中軍守、私に何の用かな？西園寺先生、市場で珍しいものを見つけまして、献上に参りました。ほう？これは何だ？生成4でございます。先生、これが塩？しかも白いのか。
本当に塩だ。宮中のものよりも質が良い。大量生産できれば、税収が増えて国庫が潤うはずだ。この塩は誰が作った？それは存じません。早く調べろ。3日以内に制作者のすべての情報を集めるのだ。直ちに調べてまいります。先生、本来は最後の弟子に会いたかったのですが、こんなことになるとは。構わんよ。国税は最も重要だからな。藤原智也がどれほど才能豊かでも、時間をかけてこそ知性の真に成長するのだ。一方、生成園の制作者は、現在の急務を解決してくれるだろう。ああ。3日の約束が来た。今日は正式に西園寺先生に弟子入りする日だ。礼儀に従えば6礼を用意すべきだが、先生の性格なら伝統にはこだわらないだろう。むしろ逆効果だ。どんな贈り物がいいかな。そうだ、ここにある純白桃と生成園。ちょうどいい贈り物じゃないか。特に生成園は尊勢を象徴している。天下や民を思う先生にはぴったりだ。引退して暇を持て余さないよう、ちょっとした仕事にもなるしな。藤原若君、旦那様が大広間でお待ちです。わかりました。ご案内ありがとうございます。作成、藤原智也、先生にご挨拶申し上げます。よしよし。この人が、西園寺先生が取るという最後の弟子なのね。とても普通に見えるわ。口を慎め。西園寺先生が見込んだ以上、きっと並がずれた才があるはずだ。君は疑うのか、先生の眼力を。そんなわけないわ。ただ不思議に思っただけよ。弟子入りしに来たのに、6種の贈り物も持ってないなんて、礼儀を知らないにも程があるわ。そうだな、西園寺先生を軽んじてるんじゃないか。この私の弟子が、することに、説明など不要。たとえ贈り物がなくとも、何の問題もない。皆の者、何か文句があるか？どうやら、西園寺先生は藤原智也に大満足で、彼を擁護するつもりのようね。たとえ藤原智也な、西園寺先生の顔に泥を塗っても、先生は気になさらないのですね。6種の贈り物は極めて重要で、弟子が師匠を、軽減っているかの証、まさか堂々たる帝の師であり、生涯にわたり名声を轟かせた西園寺先生が、最後の弟子が6種の贈り物を持参しなかったことで、名誉を傷つけられることになるとは。誰が入門の品を持ってきていないと言った？先生、これが私が用意した入門の品です。よし、よかろう。たったこれだけ？西園寺先生の身分なら、黄金万両でも足りないくらいなのに。藤原智也。君が出したのは入門の6例ではないようだが、その袋には何が入っているんだ？先生、この袋の一つはお体をいたわるためのもので、もう一つは先生の心の病を治すためのものです。西園寺先生、藤原智也がそう言うなら、早く袋を開けて、どんな素晴らしいものか見せてください。彼は家が貧しく、まともな品は出せまい。皆の前で開ければ、彼に恥をかかせてしまうな。だがあんなに自信満々だ。特別な品を用意したのかもしれん。よし、皆がそこまで気にするのなら、開けてみよう。これは市販では手に入らない純白桃よ。佐藤家菓子屋でしか売ってないわ。前回は6時間も待って、やっと1斤買えたのよ。袋の量を見ると、少なくとも20斤はあるな。藤原智也も気が利くね。純白桃が藤原智也の言っていた体に良いものだろう。心の病を治すというもう一つの袋には何が入っているんだ？この袋の中身、どう見ても純白桃みたいだけど。まさか藤原智也は純白桃を2袋送ったのか？まさかこれは。生成園？やはり生成園だ。藤原智也。この生成園はどこで手に入れたのだ？先生、この生成園は学生が青潮から生成したものです。君が生成したのか？東大首都暮らしとはこのことだ。ずっと探していた生成園の制作者が、なんと私の弟子だったとは。ははは。
生成4？それは何ですか？青潮と海塩しか聞いたことがありません。わかりませんが、西園寺先生があんなに嬉しそうに笑っているのを見ると、生成園は非常に重要なのでしょう。西園寺先生が藤原智也をひいきするのも、無理はないですね。生成園が彼の心労を和らげたのですね。藤原智也組は、生成園が私の心労を和らげると言ったが、これが世に出る意義をよく理解しているはずだ。はい。塩商人を牽制し塩税を徴収して国庫を潤すことです。まさに的を射ている。まだ未熟で成長に時間がかかると思っていたが、君の眼力と見識がここまで達していたとはな。皆様、今日の入門式はこれまでにしよう。どうぞお引き取りください。図知事はおるか？旦那様、何なりと。すぐに四皇や四郎を呼んできなさい。はい。先生、お呼びですか？四郎、こちらが私の最後の弟子、藤原先生です。先生、前にも言いましたよね。手が空いたら私から藤原智也に会いに行くと。わざわざ引き合わせる必要はありません。西園寺先生が弟子の出世道を敷きたいのはわかりますが、優先順位というものがあります。今は生成園の制作者を見つけるのが最優先です。年を取って少し猛録したようだな。ノールなどしておらん。耳はよく聞こえるぞ。それに、藤原智也に出世道など必要ない。彼の才能は類を見ないものだ。死などただの遊びです。天下を治めるには役に立ちません。ではこれはどうかな？先生、それはもしかして。そう、お前が探し求めていた生成園だ。そしてそれを作ったのは、私の最後の弟子だ。ジアション、先ほどの無礼な発言、どうかお許しください。このシロがこれほど情に熱い人だとは。この顔を隠す例は合わせる顔がないという意味だ。私が謝罪を受け入れなければ、今後彼は私に会うたびに、袖で顔を隠して謝意を示さなければならない。お兄さん、誤解だったんです。気を使わないでください。先生、シロはついに分かりました。なぜ智也兄を最後の弟子にしたのか。才能も、品性も、そして能力も、すべてが超一流です。当然のことだ。私の弟子は欠没でなくてはな。さて、挨拶は抜きにしよう。藤原智也、生成園の件だが、どう思うかね？私は生成園の作り方を先生に差し上げます。私にくれると？本当に良いのだな。智也将、生成園の件は極めて重要です。作り方を握れば、莫大な富を得られるのですよ。それを先生に差し上げるとは。そう受ける方法は山ほどあります。その気になれば、生成園より稼げる方法などいくらでも。先生には恩がありますからね。国庫が空だとお悩みでしたし、これくらいはお力にならないと。藤原智也、君を弟子にできたことは、私の人生で一番正しい選択だった。チアシーは大義を重んじるお方です。この立花常夫が民に代わり、チアシーに感謝いたします。もしご迷惑でなければ、この立花常夫は、友也シーと義兄弟のちぎりを結びたいのです。藤原智也、早く受けるんだ。それは。天の神よ。天の神よ。地の神よ。証人とね。私、藤原智也と、私、田島小実は、今日ここに義兄弟のちぎりを結ぶ。チアショー、まくさずに言おう。私は泉帝国の四郎なのだ。これまで身分を隠していたのは、やむを得ない事情があったからだ。我々は今や兄弟なのだから、当然隠し元はなしだ。そして今後、何か私に手助けできることがあれば、遠慮なく言ってくれ。まさか立花の詰め物身分がこれほどとは。道理でいつも冷静な西園寺先生が、私と義士兄弟のちぎりを結ぶと聞いてあんなに焦って、早く受けろとせかしたわけだ。まさか、生成園の作り方一つで、思いがけず知り合えるとは。泉帝国の四郎と、しかも義兄弟になるとは。これを地図に話しても、きっと信じないだろうな。お兄ちゃん、ペイカ書房でお買い物できる？お兄ちゃん、ペイカ書房で買い物してくれない？もちろんいいよ。でも、どうしてお兄ちゃんに買い物してほしいのかな？お兄ちゃんが買い物してくれたら、お母さんがお店を売らなくて済むから。おじいちゃんとお父さんが死んじゃってから、ずっとお客さんが来てないの。よしよし、わかったよ。お兄ちゃんが今から買い物してあげる。本当だよ。指切りしよう。指切り
花子。中島花子に言われてお店に来てくださったのですか？最近この子ったら代わりに謝りますわ。この子、最近いつもこうでして、代わりにお詫びいたします。お気になさらず、ちょうど筆や墨を買いたかったので、それに、花子はとても賢い子です。店主、どうか叱らないであげてください。ありがとうございます。若君、少々お待ちください。倉庫から品を取ってまいります。ああ。店主、少し拝見しましたが、こちらでは文房書法の他に、様々な書籍も販売されているのですね。ウェイ派書房はもともと書斎なのですが、商売がうまくいかず、口や墨なども売るようになったのです。それでも、状況は良くなりませんでした。このままでは、店を手放すしかありません。この母娘は互いに頼り合って生きている。米花書房は彼女たちの唯一の居場所だ。もし売ってしまったら、これからどうやって生きていくんだ。特に花子はまだ6歳だ。路頭に迷わせるわけにはいかないだろう。僕が助けてるべきか。店主、これは100両です。若君、ピテや墨は500文です。それでは多すぎます。お釣りが出せません。誤解していますよ。これは、米花書房への投資です。誤解ですよ。米花書房に投資するためです。若君は書房を狙っていたのですね。仕方ありません。私の経営が下手なせいで、先祖代々の財産を売るしかありません。若君、この書房は100両の価値はありません。そんな得はできません。50両で十分です。誤解ですよ。書房を買うのではなく、投資するんです。投資？そうです。この書房はあなたのものです。このお金は経営と管理のために使ってください。利益が出たら、割合に応じて配当をくれればいいんです。でも、書房の状況はご存知でしょ？ 3 日間客が一人も来ないんですよ。投資しても無駄になりませんか？このお金は受け取れません。受け取ったら、あなたを騙すことになります。安心してください。客を増やす方法があります。どんな方法ですか？ピセの準備を。今の老物語。弁の老物語？若君。この題名は、ごく平凡に見えますわね。仮面に溢れる口頭無形の語、一握りの辛酸の涙。皆が作者を散れ者というが、誰がその中の真意を理解するだろうか。素晴らしい、素晴らしいわ。この書き出しは面白いですね。もう続きが楽しみになってきましたわ。第1巻が書き上がりました。読んでみてどうですか？名作です。幼い頃から父と書房を営み、8000冊以上の本を読んできましたが、若君の蔵戸の老物語ほど人を引きつける本は初めてです。私が書いたのではなく、雪芹先生が書かれたのです。しけしり先生ですか？でも、今ここで、若君のお書きになったじゃありませんか。あ、わかりました。しけしり先生とは、若君の画号ですね。ええ、まあそんなところです。スケシリ先生、どうかお許しください。私はただ、この哀れな母娘を助けたかっただけなのです。スケシリ先生が天国で怒らないといいが、私はただあの親子を助けたいだけなんだ。今の老物語があれば、絶対にベストセラーになるわ。定価書房も必ず立ち直れる。若君のご恩は一生忘れません。どうかお礼をさせてください。小野店主、そんなに気にしないで。私たちは協力関係だ。私が金と原稿を出し、君が印刷を担う。ご安心ください。全力で取り組みます。はい。続きの原稿もなるべく早く書いて渡すよ。ところで、客が書房に来たら、どうやってこの本を進めるつもりだ？こんなに良い本なんだから、棚に置いて、客が来たらおすすめすればいいのよ。聞いておいてよかった。このままじゃ絶対に売れないぞ。小野店主、そのやり方でもいいが、効率が低すぎるよ。いくつか良い方法があるんだ。試してみないか？どんな方法ですか？小野店主、こうしよう。そんなこともできるんですか？私の方法なら絶対に繁盛するよ。はい。
天寿さん、どう無料になるの？民手では本日新刊を、からの両物語という本です。ちょうど今、1万字のお試し版があります。お嬢様10文を支払いいただければお試し金として、もしご満足いただけたら、その10文を、20文として購入代金に充てられます。もしご満足いただけなければ、その場で全額返金いたします。面白いわね。こんな売り方見たことないわ。よほどこの紅の蝋物語に自信があるのね。一冊ちょうだい。お試し版を。もう終わり？1万字じゃ少なすぎるわ。お試し版ですからね。少ないのも当然ですよ。お嬢様、物足りないということは、コンドロー物語を気に入られましたか？お嬢様、まだ読み足りませんか？菅田の蝋物語をお気に召したようですね。今まで読んだ中で絶対に一番面白いわ。一冊ちょうだい。はい。第1巻は定価3両。お試しの30文を差し引いて、あと2両と980文になります。ええ。本当に成功するなんて、しかも1巻3両の高値で売れるとは、藤原若金、私、夢でも見てるんじゃありませんよね。ここにお金があるんだ。嘘なわけないだろう。藤原若組、あなたは本当にすごいです。小野店主、ざっと見たところ、書房の本にも名作はあるのに、売り方が悪すぎるんだ。だから売れないんですよ。この無料試し読みの手を使って売り上げを伸ばすこともできますよ。ええ、今すぐ試し読み版を準備してきます。うん。ええ、今すぐ試読版を用意するわ。静香姉さん、何をそんなに夢中になって読んでるの？この蝋物語よ。新しく出た物語。普通の本に見えるけど、面白いの？保証するわ。これは絶対的な傑作よ。市販の物語を全部合わせても、河野蝋物語にはかなわないわ。セズル城が木之丞の蝋物語をそこまで絶賛するなんて、なんだか気になってきたな。でも、コラの蝋物語って名前、遊郭を連想させるわ。もしかして、いやらしい本じゃないの？心の汚れている人は何を見ても汚く見えるのよ。皆さんに保証するわ。ボダの蝋物語は不朽の名作よ。読まないと一生後悔するわ。そんなに大げさなの？自分で読んでみればわかるわ。神に満ちた高等無形な言葉。溢れる辛酸の涙。作者は愚かというが、誰がその真意を理解できようか。素晴らしい詩だ。この冒頭だけで河野両物語の素晴らしさがわかる。もう続きが楽しみになってきたぞ。瀬津城の言う通りだ。心が汚い奴は、何を見ても汚く感じるんだな。あんたたち。まあ喧嘩はよせ。瀬津城早く次のページをめくってくれ。続きが読みたい。読みたいなら自分で買いなさいよ。私もまだ読んでる途中なの。千鶴城、河野蝋物語はどこで買えるんだ？指導部の売価書房よ。そうだ、あの本屋では無料の試読キャンペーンもやってるわ。ああ、そうだ。あの書房でイベントもやってて、無料で試し読みできるの。ここが売価書房だ。店主、河野蝋物語を一冊くれ。俺にも一冊、無料で試し読みできるって聞いたぞ。他の本も試し読み版はあるのか？あるなら、一緒に買うぞ。はいはい。慌てないで。一列に並んで。全員分ありますから。手付金は10文。満足したら残りを払って。さあさあ。俺が先だ。俺が一番だ。全員分ありますから。さあさあ。俺にもくれ。選手、集金して。何ぼんやりしてるの？皆さん、慌てないで、順番にお願いします。わずか一刻ほどで100両も稼げるなんて、藤原若組本当にすごいです。藤原若君、このお金はすべてあなたのものです。どうぞ。
このお金は受け取れませんよ。藤原若組。このお金はすべてあなたのものです。どうぞ。このお金は受け取れませんよ。どうしてですか？今や、河野老物語、そして売価処方の評判は、すでに佐市勝人たちの間で広まっています。ええ。これからは、間違いなく供給不足になるでしょう。まずはこのお金で本を印刷しましょう。なるほど。やはり藤原若君は考えの周到ですね。私は毎月の配当だけで十分です。約束しましたよね。利益は半分ずつに分けると。はい。今は販売戦略の第一歩が成功しました。次は第二歩です。若君、その第二歩とは何ですか？合格に行くことです。何ですって？陽格？男はお金を持つと悪くなると言いますが、どうやら藤原若君も例外ではないようですね。儲かったからって、遊郭で楽しむつもりですか？何をブツブツ言ってるんですか？何でもありません。私はそんな場所には行きませんから。どうぞ楽しんできてください。行ったー！誤解ですよ。私をどんな人間だと思ってるんですか？合格に行くのは、合格の娘たちを全員、うちの米価処方の販売員にしたいからです。考えてもみてください。彼女たちが最も接する人は誰ですか？それは佐市勝人たちですよ。でしょ？彼女たちが宣伝してくれれば、絶対に効果は絶大です。彼女たちが宣伝に協力してくれれば、その効果は絶大でしょう。小野店主、なぜそんな目で私を見るのですか？藤原若君、本当にあなたの頭の中はどうなっているのか気になりますわ。天下にこんな方法を思いつくのは、あなたくらいのものでしょう。ああ、小野店主、褒めすぎですよ。もう遅いですから早く出発しましょう。ええ、行きましょう。おや、お見受けしない顔ですね。表彰画本は初めてですか？女の子をご紹介しましょうか？いや、結構です。表彰画本の女将を呼んでください。え？そんなに趣味が変わってるんですか？行けと言ったら行きなさい。つれこで言わないの。でも。ほら、これでまだ文句ある。へ、お二人とも中へどうぞ。すぐに呼んで参ります。お二人とも中へ、すぐに人を呼んできます。阿蘇閣に来て女郎を呼ばず、私に何の用だい？頭がおかしいんじゃないの？主、あの二人はただものじゃありませんよ。チップとして銀1両もくれました。本当かい？ええ、嘘なわけないでしょう。ほら、銀はここにあります。どうやら本当の金持ちみたいだね。後でしっかりおもてなししないと。そうそう、メセの決まりで、個人的にチップをもらってはいけないんだ。後で帳場に行って、銀を店に入れな。無駄ボセだったよ。あんなに自慢するんじゃなかった。若君方、お待たせいたしました。立花氏が、ご挨拶申し上げます。あなたが清正画本の女将さんですね。ええ。さあ、お座りください。さあ、座って。お二人は詩やティークを作りたいのですか？それとも曲を聴きたいのですか？どちらでもありません。私たちは商談をしに来たのです。ご冗談を、このような場所でどんな商談があるというのです？私たちをからかっているのでしょう？これは50両です。これでちゃんと話ができますか？ええ、できましたも。そのお金はタダではありませんよ。ご要望は何でしょう？できることなら必ずやります。ただ、先に言っておきますが、修正画本は芸を売っても体は売りません。ご安心を。立場店主とここの娘たちに宣伝を頼みたいだけです。
天の老物語？若君、こんな題名をつけるとは。うちの清潮画本をからかっているのですか？うちの娘たちは、身の上が哀れで。こんな場所に落ちぶれたとはいえ、みだりに蔑まれる筋合いはありません。火事場天寿、そう焦らず、まずは本の中身を見てからにしてください。名作だわ。本当に素晴らしい名作。申し訳ありません、お二方。先ほどの無礼をお許しください。構いません。では、商売の話を続けましょう。先ほども言った通り、こちらの継承画法には宣伝をお願いしたいだけです。それで、報酬はどのくらいいただけるおつもりですか？少々母藩の娘たちが客を連れて、うちの書房で本を買ってくれれば、価格の半割を報酬として娘たちに、そしてもう半割をあなたに渡します。それだと少し少なくないですか？少ないですか？店主は先ほど、店の老物語の内容をご覧になったはずだ。宣伝がうまくいけば、多くの客が買いたがる1、2冊の部合は少ないが、それが100冊、1000冊ならどうです？ 100 冊、1000冊。それだけじゃない。うちの米花書房の本はどれも一級品だ。客がケノロボブの語を買うついでに、他の本も買っていくはずです。1000冊どころか、万冊売るのも夢じゃない。売れれば売れるほど語合も増える。さらに、娘たちが客から送られた絵本を持ち込めば、原価で買い取ることもできる。これもかなりの収入になるはずです。これもかなりの収入になりますよ。お受けします。藤原若君、よろしくお願いします。よろしくお願いします。せずく、帰ったぞ。ジアシ、今日の入門式はどうだった？生成運の作り方を先生に差し上げたら、とても喜んでおられたよ。それに、四郎殿下の立花孔明と義兄弟の契りを結んだんだ。四郎殿下？殿下と義兄弟になったの？私聞き間違いじゃないわよね。それだけじゃない。米花書房という書房にも投資したんだ。これからは、毎日家で寝ていても、お金がどんどん入ってくるぞ。チアシオ、一日でそんなに大きなことをするなんて、すごすぎるわ。君にいいものも買ってきたんだ。ほら、かんざしだよ。気に入った？うん、すごく綺麗なかんざしね。ティマヤに、早くつけて。ああ、綺麗なかんざし、ティマヤに、早く刺して。チアション、私綺麗？うちの雫はもともと綺麗だけど、そのかんざしを刺したら、もっと綺麗だよ。口がうまいんだから、一日中忙しかったでしょ？お腹すいた？ご飯作ってくる。じゃあ、僕も手伝うよ。いつの間にか、この売価書房に投資して、もう1ヶ月が経った。書房の商売は日増しに繁盛している。配当金だけで、3000両も手に入れた。そろそろこの川辺市に大きなお屋敷を買って、せずるを連れて町で暮らそう。まだ時間が早いから先に書房へ行ってみるか。ついでに、ボダノロウ物語第2巻の原稿を渡そう。ついでに、蔵の牢物語第2巻の原稿を渡そう。小野店主、
少々画藩の藤原城から聞いたんだが、最近コナの牢物語という名作があるそうじゃないか。さあさあ、早く一冊くれ。彼女に送りたいんだ。小野店主、某の牢物語の第2巻はどうしてまだ出ないんだ。バカラ逆とマズミラ玉のその後の物語がどうなるのか、早く知りたくてたまらないんだよ。そうだよ。もう1ヶ月だ。早く出ないと。家に帰ってまた妻に耳を引っ張られちまうよ。第2巻はもうすぐ出ますから、皆様どうかお気を長くお持ちください。あら、藤原若君。これ以上遅かったら、こちらから原稿の催促に伺うところでしたよ。小野店主、商売する気はあるのか？客を放っておいて他の客の相手をするなんて。皆様のためを思ってのことですよ。どう見ても自分のためだろう。この若君は金も権力もありそうだ。彼が来たら、俺たちを無視するとは。梅葉書房は川辺の本屋の中でも立派だと思っていたが、相手を見て態度を変えるような店だったとはな。ふん、もう二度と来ないぞ。損得感情ばかりしやがって。ふん！二度と来るか！なんて現金なんだ。皆さんはあの方が誰かご存知ですか？チェ、誰だって言うんだ。金と権力がある若君だろ。じゃなきゃ小野店主が、あんな態度を取るはずがない。いいえ、こちらの若君は私たちの米花書房の裏の大株主で、それだけでなく、河野牢物語も藤原若君の作品です。私の若君を接待したのは、河野牢物語の第2巻の原稿を催促するためです。なるほど。俺たちが、小野店主を誤解してたのか。小野店主、申し訳ありませんでした。どうかお許しください。まさか紅の牢物語の作者が、こんなに若い若君だったとは。まさに若き天才ですね。ああ、皆さん。私どもは感じております。皆さんの紅の牢物語への愛を。実を言いますと、今日来たのは、第2巻の原稿を渡すためです。3日もすれば、印刷して発行できるでしょう。その時はぜひお買い求めください。それはよかった。今から少し楽しみにしてるんだ。おい、小野店主。その時は必ず俺に一冊残してくれよ。先に俺に残してくれ。もし買えなかったら、家に帰ったら妻が絶対に俺にお仕置きをするに違いないんだ。帰ったら妻に、家宝で罰せられてしまいます。ああ。本当に申し訳ありません。こんの牢物語の原稿が少し供給不足でして。でもこうしましょう。皆様、先に第2巻の予約金をお支払いいただければ、必ずこの本を取っておきます。予約金を払う方は、まずは私に名前を登録してください。あ、そうそうそう。さあ、焦らずに、一人ずつ、並んでくださいね。藤原若君、予約金だけで、500両も稼ぎましたよ。よし、次は本局に連絡して。早く第2巻を印刷しないとな。ええ、すぐ手配します。あ、小野店主、ご存知ですか？この町で屋敷は売りに出されていませんか？それは気にしたことがありませんでした。藤原若君は屋敷を買われるのですか？ええ。今はお金もたくさん稼ぎましたから、婚約者を連れて、こちらで暮らしたいんです。では、私が町をご案内しましょうか。見つかるかもしれませんよ。いいえ、自分で行ってみます。はい。わあ。わあ。おい。お前が米花書房の本家主、藤原智也だな。その通りだ。ならいい。おい、こいつを縛って連れて行け。待て。この白昼堂々、俺を縛り上げる気か。法もないのか。法だと？この川節じゃ、俺様が法だ。ぼんやりするな。縛って連れて行け。責任は俺が取る。この川節じゃ、俺の思い通りだ。やめろ。どこのバカが俺にわめいてる？俺の義兄は高橋知事だぞ。俺に向かってわめいてるのはどこのドイツだ。俺の義兄は高橋知事だぞ。義将さん、どうしてここに？高橋知事、この川辺市では随分と偉そうだな。
義弟が白昼堂々人をさらうとはな。私は、まったく、このバカ者が、私の名を黙って川辺市で悪さをしろと誰が言った？義兄さん、何かあっても守ってくれるって言ったじゃないか。お前、四郎殿下がここにおられるのに、まだデタラメを言う気か。はあ、小老殿下。二神さん、落ち着いて。俺もこの男に追い詰められて仕方なく。一体どういうことだ？ありのままに話せ！四郎殿下がここにおられるのだ。必ずや公正に裁いてくださる。庶民の伊藤天佐、四郎殿下に併謁いたします。殿下はご存じないでしょうが、我が家は代々書房を営んでおり、父が長年心血を注ぎ、ついに、虎の牢物語という世紀の傑作を書き上げたのです。それなのに、この恥知らずな小僧に盗まれ、原稿料を稼ぎ暴利をむさそっているのです。私もつい腹の虫が収まらず、人を連れて手を出してしまいました。私もつい腹を立てて、人を連れて彼に手を出してしまいました。高橋知事、伊藤天聖の言っていることは本当か？スロー電車にご報告いたします。私は確かに数年前、義父の家で、ミラカの牢物語の原稿を見たことがあります。本当か？決して嘘は申しません。四郎殿下、お察しください。もう一度聞くが、これは本当か？命にかけて誓います。スロー電車はご存じないかもしれませんが、この藤原智也は拷問を持たない平民に過ぎません。そんな彼が、どうして紅の牢物語のような対策をかけるというのでしょうか。智也氏、伊藤天聖と高橋知事が言っている原稿盗難について、何か言うことはあるか？義将な、どうして四郎殿下は彼に親しげで、しかも微笑んでいるのですか？ださか、確かにこの紅の牢物語は、私が書いたものではありません。今の牢物語は、君が書いたものではない。間違いない。しかし伊藤天聖の父親が書いたものでもなく、ユケセルという千個の記載が書いたものです。実は、ユキセルという千個の記載が書いたのです。スケシリ？どこにいるのだ？スケシリ先生はすでに他界されました。私も偶然遺構を手に入れまして、このような傑作が失われるのが忍びなく、印刷して発行したのです。あなたの父上は、どうやって紅の牢物語を書いたのか。そして、高橋知事、あなたはどうやって岐阜の家で遺構を見たのか。藤原智也、お前はさっきから、苦難の牢物語はユキセリが書いたと言っているが、そいつがどこにいるのかと聞けば、死んだの一言で、すべてを片付けようとしている。これは明らかな言い訳だ。四郎殿下、ご明察を。この藤原智也は金に目がくらみ、遺構を盗んだのです。厳罰に処すべきです。藤原が金に目がくらんだというのか？その通りです。知っているか？藤原は西園寺先生の最後の弟子で、私の義兄弟だぞ。え？その身分の者が、金のためなどにそんな真似をするはずがなかろう。自兄弟だと？まさか、スロー電車の義兄弟とは。とんでもないお方を敵に回してしまった。終わった。もうおしまいだ。終わった。今度こそおしまいだ。それだけでなく、少し前、藤原智也は生成園の製法まで編み出した。その製法があれば、国にも匹敵する富を得られる。だが彼はその製法を西園寺先生に差し上げたのだ。このような大義をわきまえ、明理に無欲な人物を、お前たちはよくも陥れようとしたな。初老伝佐からの評価がここまで高いとは、自分が明理に無欲だなんて、私自身も知らなかったぞ。高橋根垣、正直に白状せんか。四郎殿下、お許しを。このプロドの大物語は寄付の策ではございません。私の愚かな義弟がペイカ書房に客を奪われた腹いせに藤原若君を陥れるという愚行に及んだのです。やっと白状したな、ティクヤ兄。この二人をどう罰しようか、君に任せるよ。小老殿下にお任せします。高橋根垣は身内の悪行を野放しにし、君を苦しめた罪で本日をもって免職、取り調べとする。伊藤天聖は白昼堂々人を拉致した罪で、3000里の流罪とする。お助けを！四郎殿下！四郎殿下！お助けください、四郎殿下！四郎殿下！
四郎殿下、助けていただき感謝します。女子兄弟の中だ。遠慮はいらん。これ以上他人行儀にするなら、兄弟の縁を切るぞ。ティムヤ紹介しよう。こちらは松本アナ殿、松本商店の店主だ。松本商店？渦見帝国一と言われる松本商店ですか？はは、小さな商いですよ。取るに足らん。ティアさん、安田さんと呼んでください。津屋将、松本店主、今日は身内だけだ。生成園の件について、何か意見はあるか？四郎殿下もご存知の通り、ティベアさんの製法で半月前には生成園が完成しています。しかし重大な事柄ゆえ、我が松本商店でも容易には販売に踏み切れません。松本商店でさえ安易に売り出せないんだよ。塩商からの圧力が原因ですか？なぜそれを？泉帝国の商業は常に塩商が握っています。彼らは大儲けしているので、他人に利益を分ける気はありません。だから、生成園を広めるのは至難の業です。シアションはやはり世を治める才がある。問題の確信をついている。その通り。少将たちはどこからか生成園の情報を得て、背後の勢力を通じて圧力をかけ始めている。はあ、私と西園寺先生が間に入っても、どうにも進められない。そうだ、それだけじゃない。松本商店も巻き添えを食って、今月の純利益が3割以上も落ちたんだ。ズイエ将、何か良い策はあるか？一言で表すなら、退くことです。退くことなどありえん。生成園は国家の大計だ。どんなに困難でも推し進める。西園寺先生は彼を知性の脳鎮と言ったが、この程度とは買いかぶりだったか。最後まで聞いてください。私の言う史実区とは、生成園を諦めるのではなく、市場の一部を放棄することです。そうではなく、市場の一部を諦めるのです。それがどう違うのだ？生成園が完成した後、ドンカと松本店主は試食されたはずです。お二人はどう思われましたか？生成園で料理をすると、確かに青塩より少なくとも10倍はうまい。ああ、私もそう思います。もう一度青塩で料理をすることになったらどうですか？殿や将、贅沢をしたいわけではないが、ただ、生成園の後で青塩を使えば、確かに喉を通らんな。言葉は悪いですが、青塩なんてゴミですよ。ははは。無理もありません。それが人情です。良いものを楽しめるなら、誰が我慢などしますか？それは、高官や貴族にとっても同じことです。一度生成園を味わえば、二度と青塩には戻れません。つまり、彼らに生成園を売るということか？その通りです。塩商人の背後にいる勢力が、生成園を弾圧するのは彼らも分かっているからです。生成園が世に出れば、自分たちの青塩が全く売れなくなることを彼らにしか売らないとすれば、状況は全く違ってきます。続けてくれ。庶民の利益には手を出さず、鈍化の身分で生成園を広めれば、あの者たちも見て見ぬふりをするでしょう。それどころか、彼ら自身も生成園を求めるはずです。しかも、彼らも生成園を味わいたいと思うはずです。その方法は実行可能だ。だが、円税を増やして国庫を潤すには、あまり効果がない。高官や貴族の数は、結局一般の民には及ばない。はあ、生成園を広めるのは主にシェン税のためだ。チアニーの方法は良いが、意味がない。まず市場に入り込んでこそ、交渉する資格が得られるんです。今は青塩さえ売れないのです。他のことはすべて机上の空論です。族の市場を開拓できれば、見に売れる日も近いでしょう。はっと目が覚める思いだ。旅は詰め置き。合点がいった。それだけじゃありません。四郎殿下、もう一つ間違っていることがあります。なんだ？ション税を徴収して国庫を潤すには、高官や貴族こそが主力なのです。そんなバカな。金や権力を持つ者などごくわずかだ。泉帝国には一般の民の方が圧倒的に多いはずだろう。その通りですが、一般の民には金がありません。高価な生成園を買う余裕などないのです。彼らにとっては、生成園だろうと青潮だろうと、
安ければどんなに粗悪な塩でも使うのです。どんなに質の悪い塩でも使うことはできます。庶民にはもともと生成塩など買えません。我々は市場を譲ったように見えますが、実際には最初から我々の市場ではなかったのです。その通りです。相手が高官や貴族なら、一斤を銀に30両で売っても彼らは買えます。そうなれば殿下、円税が徴収できないと心配する必要はありますか？火事場おすねに感服いたしました。松本店主、この件は任せました。私も西園寺先生にこの朗報を伝えに行きます。まさか智也さんが商売についてこれほど独自の考えをお持ちとは、私も感服しました。機会があれば、ぜひ智也さんと提携させていただきたいものです。いいですよ。実はもう一つ儲かる方法があるんですが、松本店主、興味はありますか？あります。ありますとも。どんな商売ですか？後になればわかりますよ。松老殿下、どうぞおかけください。先生、進言の件は進展がありましたか？先生、生成塩の件、進展がありました。一体どういうことだ？詳しく話しなさい。今日藤原智也に会いまして、彼が言うには、生成塩を広めるには、たった一言、退くことだと。私の言う退くとは、生成塩を諦めるのではなく、むしろ皆さんに、一部の市場を手放させることです。ずっと10分高く評価していると思っていた。この最後の弟子の才能を、まさか私の想像以上に優秀だとはな。こんな手を思いつくとは。ええ。以前は私も、先生が藤原智也を買いかぶりすぎだと。しかし驚きました。ティア兄は真の遅刻の農珍です。先生、ティア兄は平民ですが、父上に上奏して、何か役職を与えられないかと。ははは、それが良い。それが良いだろう。はははは。お、ティミヤさん。富を沸かしてご飯ですか？石鹸をいくつか作ろうと思ってね。石鹸とは何ですか？あらゆる汚れを落とせる素晴らしいものさ。ある種のあらゆる汚れを落とせる良いものだよ。1時間後、これで完成だ。いやー、この目で見ていなければ、信じられなかったよ。ラードと草木灰を混ぜ合わせただけで石鹸が作れるなんてな。ティアさん、さっき石鹸は汚れを落とせると言っていたが。その通りですよ。信じられないなら試してみてください。いやー、こうやって少し揉み込むだけで服が綺麗になった。なんて不思議なんだ。まさかこれがさっき言っていた儲かる商売かい？松本店主、どうですか？この石鹸の商売は。良い。これは本当に良い。この石鹸の洗浄力は間違いなく高官や貴族たちに受けるぞ。いやあ、智也さん、良ければ私と組まないか？君は技術を出し、私が資金を出す。儲けた銀は二人で半分ずつだ。わざとアンダさんの前で石鹸作りを見せたのは試したかったからだ。製法を知った後で手のひらを返すかどうか。どうやら彼の人柄は信頼できそうだ。今後の香水作りやガラス作りの商売も彼と組んで良さそうだ。松本商店の販路があればかなり手間が省ける。松本商店の販路があればかなり手間が省ける。智也さん、どう思われますか？絶対にいかん。先生。西園寺先生。シエ、この間、お前は勉学に励み、合祀の準備をしていると思っていた。まさか、ここで商いをしているとはな。本当に失望したぞ。わかるか？商いの道など、所詮は小道に過ぎん。終身災禍四国閉店か。それこそが我々読書人の、なすべきことだ。まさか、もう忘れたのか？お前が作った横キャドの4区を。先生、間違っています。おい、チミヤさん、何を言ってるんだ？西園寺先生が間違えるわけないだろ。早く先生に謝りなさい。いいだろ。
私が間違っているというなら説明してもらおうか。この死のどこが間違っているのかを。先生、マナイの道は決して小道ではありません。同じように、除国平天下を成し得ます。ありえん。読書人は他教を受けて、根につく。その道しかない。では、例を挙げましょう。先生に一つ例を挙げましょう。先生、ご覧ください。これは石鹸といって、草木の灰とラードから作られ、服の汚れを落とせます。原価は2文もかかりません。もし先生がこれを売るとしたら、いくらにしますか？原価が差いなら、4文で売っても倍の利益が出る。私なら4文だな。私でしたらこの石鹸を100文にします。100文 ?50 倍の利益とは、いくらなんでも強欲すぎるぞ。石鹸のようなものは現在市場にありません。100文どころか200文でも、貴族たちはこぞって欲しがるでしょう。彼らにとってこれは希少な高級品です。生活に便利なだけでなく、これを使えることが身分の象徴になるのです。確かにその通りだな。だがそれでは、庶民がこんな良いものを使えなくなるのではないか。先生、実はそのご心配には及びません。たとえ今は高価でも、将来生産効率が上がれば、価格はすぐに下がります。それだけでなく、高価格にも利点があります。ほう、高価格に利点があるだと。ほう、高値にも利点があるのか？もちろんです。石鹸一つ100文。ならば、高官や貴族、富裕層しか買えません。彼らが石鹸を買うたびに、その100文は流れ込みます。我々の手に、そして我々はラードや草木灰を買い、職人を雇う。その金の一部はまた肉屋や職人の手に渡るのです。おお、わかったぞ。肉屋や職人は食料を買うから、その金は、また農民の手に戻る。石鹸を通じて、巨額の利益を得ているように見えて、実は、富裕層の金を再分配しているのだな。それだけではありません。我々の利益が高ければ、原材料の買い付け価格や職人の待遇も向上させることができます。これこそ別の意味での国を治め、天下を平定するということではないでしょうか。見事だ、見事だよ。世人は商人を利益を追うものというが、今まで誰も商人の価値をこれほど唐突に分析した者はいなかった。もし商人がいなければ、我が泉帝国はよどんだ水のように、貧しい者はより貧しく、富む者はより富むだろう。先生は教えられたよ。これまで商人は市民と呼ばれ、シノン940農工省でも最下層に置かれてきた。ティアの話を聞いて目から鱗が落ちたよ。このことは必ず上奏文に記して米下にご報告せねば。上奏文を書き、芸下に奏上せねば。いやー、ティマヤさん。ああ、今回ばかりは君に完全に感服したよ。まさか宗四寺先生を説得して商人への見方を変えさせると。実のところ、商人は、技術発展を促す中核となる力です。評判が悪いのは、悪徳商人が多すぎるからです。労働者を搾取し、暴利を貪るからです。おっしゃる通りです。ですが保証しますよ。私は絶対に悪徳商人にはなりません。ははは。いやー、チアさん。これほどの詳細がありながら、まさか、こんな質素な家に住んでいるとは。チアさん、知善。私たちはすでに協力者だ。これからは行き来することも増えるだろう。川辺市に、三寝三室の空き家がある。よろしければ、君に送ろう。これは、いや。逸するというのはお断りします。小豆市内で家を買おうと思っていたところです。もしよければ、市場価格で私に売ってください。いや、ダメですよ。受け取ってください。この石鹸の製法だけでも、計り知れない価値があります。たかが家の一軒です。遠慮しないでください。では、
よし。松本店主、感謝す。ああ。では松本店主、感謝します。はい。ジエシー、何をしてるの？荷造りさ、明日引っ越すんだ。引っ越し？どこへ？川辺市だ。これは川辺市の中心部にある3つの中庭があるお屋敷の権利書よ。川辺市の中心部なんてとても地価が高いのに、普通の中庭一つでも数千両はするから、これだと数万両はするわね。私、夢でも見てるのかしら。新田。なくない。やっぱり夢だわ。君が少し詰めったのは僕だ。痛くないはずだよ。いた。夢じゃなかったのね。約束しただろ？いい暮らしをさせるって。ぼーっとしてないで、早く荷造りして、明日引っ越すんだ。うん。うん。シーカ、精霊電車より、上奏がございます。シロ。うん。まさかまた生成園の件か。あの子は、まだまだ甘いな。背後でどれほどの生き力が争っているか分かっておら、チェンが天使であろうと、利害を図らねばならず、一気には叩き潰せんのだ。持ってこい。は。一文字の携帯か？明暗だ。実に明暗だ。はっはっは。この策は使えるぞ。藤原智也。西尊寺牧春の最後の弟子。今はまだ無冠組か。ヒロは奴のために婚職を求めておるのか。修老は奴に官職を与えたいとでも言うのか。B 社、我が泉帝国建国以来、平民が関東についた前例はございません。仮がつしく前例を破れば、大臣たちの反発を招く恐れがございます。確かにそうだな。そのような前例は作れん。それに、この藤原智也は、商売の浅知恵があるだけで、良い役人になれるとは限らん。B 線にご報告申し上げます。西尊寺母春先生より上奏がございました。なんとも奇遇だな。四郎から文が届いた直後に、西園寺先生の文も届くとは。持ってまいれ。は。ふん、開かないの道か。立派な王子が、なぜこのような小賢しい道を研究しているのだ。ふん、西尊寺先生もすっかりモールしたものだ。まさかこの商いの道が、泉帝国の発展にこれほど大きな影響を与えるとは。さすがは西園寺先生だ。物事の本質をよく見抜いておる。先ほどはチェンの軽率であった。うん。この上奏文は、スネの最後の弟子、藤原智也から得た着想でございます。藤原智也が真に与えた啓発です。
藤原智也か。また藤原智也。ただの平民が、核も独自の見解よ。小老に続き、西園寺先生まで、誰も彼もが、藤原智也という若者を激賞している。いや、私が川辺市へ行き、お忍びで、自ら道はめよう。もし彼に誠の才能があるなら、洗礼を破ろうと、大臣に反対されようと、飼うものか。見て、この屋敷だ。チアシン、これが私たちの新しいお家なの？大きくてすごく綺麗。気に入ってくれてよかったよ。旦那様と奥様にご挨拶申し上げます。ミージョや雑役までいるのね、ティアニ。これ全部あなたが準備してくれたの？チアシン、これ全部準備してくれたの？松本店主は屋敷をくれただけでなく、次女や雑役まで考えてくれるとは、本当に周到だな。皆ら礼には及ばない。これからはここでもっと自由にしてくれ。礼は不要だ。計量についてだが、一人毎月1両だ。盆と正月には特別ボーナスもあるぞ。1両も？村では1年飲まず食わずでもそんなに稼げないわ。それに他の屋敷の次女たちは、旦那様に何度も土下座させられるらしいのに、うちの旦那様は礼を求めてこないなんて。旦那様は本当にいい人だ。旦那様についていけば損がないな。つやさん、新居への引っ越しおめでとうございます。ははは、松本店主。ちやさん、引き越しおめでとうございます。ほら、こんいいものを持ってきましたよ。こんなにたくさんの銀、少なく見積もっても1000両はあるんじゃ。これ、松本店主、こんな大きなお屋敷までいただいたのに、この銀まで受け取るわけにはいきませんよ。辻屋さん、これは贈り物ではなく、昨日の石鹸の利益ですよ。石鹸で一晩にしてこんなに稼いだの？正確には2262両です。前の約束通り、利益は折半ですから、この箱には、ちょうどあなたの半分が入っています。ああ、松本店主の言っていたサプライズって、このことだったんですね。その通り、松本商店の100以上の店舗で、昨日一斉に石鹸の販売を始めましたが、まだ知名度は高くありません。おそらく3日もすれば、毎日の純利益は5000両を超えるでしょう。千谷さん、これでこの銀を受け取れますよね。手塚、早く銀を受け取りなよ。私が？ああ。当然さ、君には苦労をかけたから。これからは、家のお金を君が管理してくれ。もちろんだ。今まで苦労をかけたからな。これからの家計は、お前に任せるよ。チアシ、あなたに嫁げたんですから、ちっとも苦じゃありません。つやさんは情に熱い。やはり私の目に狂いはなかったですね。松本店主、褒めすぎですよ。何が起きたの？地震のようだ。先生、大地震です。部下からの情報によると、川辺市周辺の10以上の県が被災し、数十万の民が家を失ったそうです。わかっておる。すでに各県には蔵を開いて食料を配るよう命じ、朝廷にも救援金を出すよう報告した。しかし各県の備蓄は3日しか持ちません。今や国庫は空で、十分な資金は下りないでしょう。救援金を集めるには少なくとも10日から半月はかかります。その頃には、どれほどの民が餓死することか。これでどれだけの民が餓死することか。そんなこと私とて分かっておる。今となっては、方法は一つしかない。どんな方法ですか？いとこと借りるのです。森本ミニソロ電車、西園寺先生にお目にかかります。森本天寿、単道直流によう。今日私と四郎がここへ来たのは、食料を1000単借りたいからだ。四郎電車、西園寺先生、
お貸ししたくないわけではなく、この店にはもう蓄えがないのです。100担ならいかがでしょうか。100段だと、つまり1万金だぞ。生涯には数十万の難民がいる。1日の食いぶちにもならん。かすきがないのは明らかではないか。ヒーロー電車、誤解でございます。この100担の食料も、私が何とかかき集めたものなのです。どうか四郎殿下、ご明察ください。四郎電車、どうかご明察を。もうよい、もうよい。100担は少ないが、ないよりは増した。森本店主、ないを言う。では失礼する。父上、うちにはまだ穀物があるじゃないですか。なぜないなんて。バカな子だ。大地震が起きて何十万もの難民が食料不足の今こそ、森本家穀物店が稼ぐ好機なのだ。彼らに貸して難民が腹を満たしたら、どうやって我々は稼ぐのだ。なるほど。父上、勉強になりました。鐘楼伝佐、西尊寺先生。高橋家穀物店の穀物は本当に残り少なく、せいぜい1000日言しかお出しできません。せいぜい100石の穀物しか出せません。難民が家を失ったと聞き、私も心が痛みますが、力不足でして。担当直流に言おう。いくら貸せる？150石です。川辺市の三大穀物店は皆穀物がないと言いますが、明らかに貸す気がないのです。先生、私に兵を率いて店を差し押さえさせてください。ならぬ。それだけは絶対にいけません。なぜだ？鐘楼伝佐、あなたが思いつくようなことは、三大穀物店も当然考えています。彼らはすでに穀物を別の場所に移しているはずです。今店を差し押さえても何も得られないばかりか、逆に三大穀物店につけ込まれてしまいます。何の成果もないばかりか、三大穀物店に口実を与えてしまいます。四郎藤原智也の言う通りです。次郎殿下や五郎殿下がこれを知れば、きっと陰で邪魔をします。被災者を救えないばかりか、あなたまで窮地に陥りますよ。あれもダメ、これもダメか。何もせずに被災者が餓死するのを見殺しにしろと。四郎殿下、落ち着いて。私と松本店主はそのために来たのです。その通りです。地震の直後、ティアさんは多くの民が家を失い、食料価格が高騰することに気づいていました。機を逃さず、周辺の町で1万石の食料を買い占めました。2万石、つまり100万人か。一人一日一斤として、数十万人が、4月かは持続できるな。だが朝廷の支援金が届くまでには到底足りない。最低でももう1万石は必要だが、ひとまずクバはしのげた。藤原智也よ、お前のような弟子を持って、私は鼻が高いぞ。藤原智也、お前のような弟子を持てて誇りに思うぞ。先生、四郎殿下、実はこれで十分なのです。どういう意味だ？ジエヤ将、何十万の難民に100万斤の食料では絶対に足りない。そうだ、手間や。計算したが、この100万斤と各県の蔵の食料を合わせても、せいぜい10日しか持たん。朝廷の救援金が川辺市に届くには半月かかる。その間に5日の空白期間があるのだ。こうしましょう。まず食料を。そんな手があるのか？こうなった以上、試してみるしかないな。シアさん、見事。実に見事です。旦那様、どうか少しでも食料を恵んでください。那覇が地震で足を怪我したんです。どうか一斤の食料を袋に栄養をつけさせてやってください。おい、うるさいぞ。ここは穀物店だ。今年どころじゃねえ。食料が欲しけりゃ、金を出して買いな。穀物が欲しいなら、金を出して買え。
金ならある。3陣ほどくれ。へへ。デボンで買えると思ってんのか？夢見てんじゃねえ。でも前は一斤3分だっただろう。それは昔の話だ。今はシチューの穀物が値上がりしてるんだよ。100文だ。一斤につきな。へへ。そんな、一斤100文だって。地震の混乱に乗じて、火事場泥棒も同然だ。買わないなら帰れ。買わないならとっととうせろ。貧乏人どもが商売の邪魔をするな。ふん。貴様。ああ。10文分だけでもくれ。四郎殿下の命により、難民は全員死の門前で菊物を受け取れ、一人につき1日1斤とする。俺たち、助かったぞ。四郎殿下のおかげだ。生き延びられるぞ。何ぼーっとしてるんだ。早く穀物をもらいに行くぞ。なんぼやぼやしてるんだ。早く食料をもらいに行くぞ。食料を少し借りたくらいで、いつまでタダで組まれるか見ものだな。食料が尽きたら、難民どもは俺の店で買うしかなくなる。その時は一斤200文で売ってやるぜ。へへへ。皆、焦らせらないで並んで、ここで記名して食料を受け取って。並んで。ありがとうお兄さん。これでやっと飢えずに済む。理を言うなら、四郎殿下に言うんだな。皆様に感謝します。皆様に、四郎殿下、西園寺先生、お兄さん、ありがとうございます。ただ、おじいさん、ただ何ですか？今日は食料があるけど、明日はなくなるんじゃないのか？心配しないで。これからは毎日、一人一人に食料が配られますよ。信じられないなら見てください。わあ、すごい量の食料だ。ここには数百万斤の食料があります。町中の人たちが一人一日一斤受け取っても、半月以上は持ちます。その頃には朝廷からの救援金も届くので、もう飢えを心配する必要はありませんよ。そうだったのか。それはよかった。あの三大穀物店は火事場泥棒で値段を上げようとしてたから。な、あいつらの食料なんか倉庫でカビさせてやれ。朝廷が俺たちを見捨てるわけないと思ってたんだ。皆様、本当にありがとうございます。ああ、膝つかないで、早く立ってください。早く食料を受け取って、家族が家でご飯を待っているでしょ？早く受け取って、家族が食料を待ってるんだろう。帰って飯を作らないと。聞いたか？あの四郎殿下が、どこからか数万斤の食料を手に入れたって。とっくに聞いたよ。その噂なら、もう川辺州に広まってるぞ。そうなると、自信に乗じて、大儲けしようという目論みも、パーじゃないか。それだけではない。四郎殿下の機嫌を損ねた以上、これからの日々は厳しいものになるぞ。私に言わせれば、いっそ、毒を食らわば、皿までだ！まさか、四郎殿下に手を出す気か？それとも、あの食料を狙う気か？正気かよ！外で私を知ってると言うな。巻き添えを食って、一族皆殺しはごめんだ。毒を食らわば皿までと言ったじゃないか。てっきりお前が。私が言いたいのは、以前は食料がないと言い訳したが、今こそ、しっかりと誠意を見せて、挽回するべきだ。我々の印象を。カスって？そうだ。でも、四郎殿下は今食料には困ってない。前ならともかく、今じゃ遅すぎる。今貸したところで、ただの点数稼ぎに過ぎないぞ。今更穀物を貸しても、せいぜい点数稼ぎにしかなら。なら他にいい案でもあるのか？貸そう！あんたは？カス。つやしょう、墓に草を詰めて穀物が大量にあるように見せかけるとは見事だったぞ。今朝早く、あの3つの穀物店の若旦那たちが、自ら穀物を貸したいと申し出てきたのだ。小老殿下は何と答えられたのです？君の言う通り断り続けた気が変わらないかヒヤヒヤしたぞ。だが断れば断るほど焦ってな。ついに土下座して受け取ってくれと頼んできた。もはや貸すとは言えず、泉帝国に貢献したいなどと言い出してな。はは、あの時の3人の顔色と言ったらなかったぞ。
生涯を見て私が助け舟を出し、四郎殿下に無事受け取っていただいたのだ。精霊電車に自然と食料を受け取らせるとは、西園寺先生の合わせ方が良かったのです。やはり四郎の演技が素晴らしい。やはり藤原智也の計略が見事だ。お二人とも褒めすぎです。私はただ微力を尽くしただけです。藤原智也、何度も言ったが、もう一度言わせてくれ。お前を弟子にできたことは、私の生涯の誇りだ。これで食料危機は去り、難民たちも飢えることはなくなった。我々も少しは休めるな。地震がもたらした影響はこれだけではありません。まだ休めません。どんな影響があるのか、湯も聞いてみたいものだ。府中に拝謁いたします。B 社に拝謁いたします。藤原智也陛下であらせられるぞ。早く礼をせぬか。ヒーセンに拝謁いたします。お忍びで来ただけだ。礼には及ばぬ。反りたまえ。お忍びの途中で川辺市の地震の知らせを聞き、被災地への食料と資金のことで頭を悩ませていたのだが、まさかそなたが解決するとはな。ただ、そなたの言う影響はまだ終わっていないとはどういう意味だ。申し上げます。で、地震により、民は住む場所を失いました。食料問題は解決しましたが、彼らの家はまだ再建されていません。もっともだ。これら数十万の被災者を定住させるのは、確かに大事業だな。七下、被災者は数十万に及びます。家を再建するとなれば、決して小さな額ではありません。現在国庫はこらで、それほどの銀を出すのは難しいかと。今国庫は空で、それほどの銀は出せません。そうだな。その銀はどこから調達すべきか。私に一つ策がございます。ほう、どのような策だ。働きを支援に変えるのです。働きを支援に変えるとはどういうことだ。手災者自身に家を再建させ食料と少量の金を報酬として与えるのです。なるほど。それなら被災者は新しい住まいを得られる上、飢える心配もなくなる。ただ食料を配るよりずっと効果的だ。その通りです。これで国庫の負担も減らせます。生成塩の販売が始まり、多額のジェン税が入れば、危機は自然と解決するでしょう。すべての危機は自然と解決するでしょう。明暗だ。今後災害のたびにこの方法を用い、被災者たちに自らの手で家を再建させよう。素人西園寺先生が、お前を知性の農鎮というのも頷ける。今日会ってみて、確かに大才だと分かった。先生と四郎殿下のお引き立てのおかげです。うん。藤原智也、即時を聞け。慶民拝命いたします。藤原智也、お前は一介の平民でありながら、消せの才を持つ。チェンは特例としてお前を川辺七時に封じる。一方の民を幸福にすることを望むぞ。藤原智也、早く拝命し感謝を述べよ。慶民、拝命し感謝申し上げます。組んで勅命を排除いたします。昼間からどこのお祝いでこんなに爆竹を？カカロから降りてきたの、ティムヤニーみたい。ティムヤニー、これどういうこと？帝から川辺七時に任命されたんだ。え？私、夢でも見てるの？おバカさん、またつねる人を間違えてるよ。信じられないなら、一緒に来た役人たちに聞いてみるといい。知事夫人にご挨拶申し上げます。これで信じたかい？
さあ、音の私が川辺市を案内してあげよう。